DIY した内窓は順調に活用中です。窓の旗はあったか効果の体感もあります。こうなってくると廊下に出た時の寒さが気になります。廊下を DIY で温めるって可能なんでしょうか。例えば内窓を設置した寝室と廊下は扉を介してつながってるんですが、ここを開放して廊下や玄関を寝室のエアコンで温めることはできるのでしょうか。こちらが廊下と玄関です。至って普通の玄関です。ここに暖かい空気を流しても玄関から熱が逃げてしまっては意味がないです。パッと見玄関扉と玄関土間が一番熱が逃げる場所に見えます。表面温度を測ってみます。熱伝体を廊下のフローリングに貼り付けて温度を見てみると 13.9 度 C でした。玄関土間の表面温度も見てみます。 13.0 度 C でした。やはりフローリングより1度 C くらい低いです。同じように玄関扉の表面温度を測ってみました。 13.1 度 C でした。玄関土間と同じくらい熱が逃げてそうです。廊下を暖かくする前準備として今回は玄関土間を断熱します。前の動画で調べた床断熱のコスパ情報を活用します。まずは掃除です。小石とかあると何か敷いた時にデコボコ浮いてしまいます。いつの間に砂ぼこりが入ってますよね。今更気づいたけど掃除しやすさも敷くもの選びの大事な要素ですよね。掃除終わりました。きれいになりましたね。タイルカーペットを敷いていきます。前回の検証動画でタイルカーペットの防寒成績はそんなに良くなかったんですが、安さと質感と耐久性のバランスがすごく良くて一旦これで試してみようと思います。不十分そうなら後から断熱材を下に足します。ここまでは単純ですがここからです。壁に形が合うようにカットしないといけません。 DIY の素人な上角が複雑な形ですが結果的に結構うまくいきました。カッターで切っていきます。他の DIY と課題区 YouTuber さん見ると寸法を測るんじゃなくて実物当ててマークつけてたんですよね。見よう見まねで印をつけていきます。雑にカッターで印つけてますが割と何とかなります。50センチのタイルカーペットの両端に届くような定規もないのでもう一つのタイルカーペットで大まかに印をつなげます。当ててるタイルカーペットの毛がこぼれてる。もう1枚のタイルカーペットはカッターを当てる定規としては向いてないです。それでもなんとかそこまでひどく歪まずに切れました。まっすぐ軽い切れ目だけ入れたら当ててるカーペットは外してもう少し深くカット。やっと切れました。はめてみます。はまりません。
め直してみるとちょうどフィットしました。壁際は正直一番楽です。数ミリ大きめでもギュッと押し込むと収まります。それに比べてこっちの扉側は低い段差から飛び出さないサイズで切らないといけないのでちょっと慎重にやった方が良いです。切れました。こっちは運よくぴったり。複雑な角についてはまず一番シンプルな形状でカットしてから追加の出っ張りを削っていきます。一発ではやはり難しいです。ホロ調整してはまりました。余った2箇所も埋めていきます。だいぶ慣れてきたのでさっきより手際よく切れます。一発で入りました。こっちも少し苦労しましたが入りました。やはりこの複雑な角のクオリティが低い。隙間が空いてしまってます。切れ端で型を取って埋めてみます。こんな切れ端でどうなるか不安でしたがすごく収まりよく固定されました。タイルカーペットってかなりミスに対する許容が大きい気がします。完成です。つなぎ目も見えないし端もきれいに埋まっています。カッターでカットしたところも結構適当で端がうねってましたがつなぎ側にしてしまえば全然わからないです。最後に表面温度も測っておきましょう。13.8 度 C です。室温くらいになってます。いかがでしょうか。タイルカーペットの色もオフィスっぽくなくうまくまとまってくれたように思います。次回扉の方を可愛く断熱します。